火山灰とかってカッパじゃないですか。カッパだよね。カッパ好きなんですか？まあ妖怪は好きだね。あ、そうか、妖怪好きなんですか？自分も結構妖怪好きで、結構妖怪映画とかそういうのありますもんね。そうね、ジャンルとして妖怪映画はあって、あとはなんか妖怪とコラボするなんかジャンルもあって、例えばよくあるのが妖怪は昔話から始まるんで、そうすると侍が出てきたりして時代劇と妖怪がコラボするみたいな映画は結構あるよね。例えば、最近でもアニメだとさ「鬼滅の刃」とかね。鬼滅とか、そういうイメージですね。それはジャンルとして妖怪、時代劇に妖怪がなんか現れるみたいなのはジャンルとしてあるよね。世界的に見てやっぱ妖怪映画ジャンルがあるってやっぱ珍しいですよね。他の国とかだとあんまりそこのジャンルってモンスターになるんじゃないかね。そうなんですよね。モンスターとか狼男とかね、そういうのにねなるだろうね。妖怪映画って全部が全部ホラーじゃないのがまた面白いですよね。妖怪とお化けがね、幽霊がまた2種類あるからね。妖怪は生き物だからさ。そっか。北尾とかもね、未だに人気ありますしね。そうだね。ちょっとうちの妖怪は今日誰が妖怪やねん。いた。妖怪来た。しまった。反応してしまった。妖怪に反応してしまったよ。これ姿が見えないなと思ったら。関西弁で突っ込んじゃったじゃないか。妖怪映画ね。あんまりでも自分は妖怪映画って聞いてピンとくるタイトルがないかな。鬼滅の刃はわかりますけど、魔物がね、妖怪というか魔物が出る感じで、この世ならざるものが出るというね、ジャンル的にはね、そういう感じだよね。鬼とか、そうね、鬼とか、魔物だよね。妖怪大戦争。妖怪大戦争。まさしくな。学校の怪談。そうですね。花子さんシリーズとか。妖怪っちゃ妖怪。あと魔術みたいなのも出るみたいなね。そんな中でなんか僕の世代だと印象深いのが、1981年に公開された魔界転生ですよね。魔界転生。まさしくな。これ2つあってね、窪塚洋介がリメイクしたやつもあるんだよね。確かね、そうなんですか。ただ81年の公開版はやっぱ沢田研二、ジュリーですよ。ジュリーですよね。ジュリーが主演で、このジュリーが主演してるっていうところがものすごくインパクトがあったね。このジュリーがね、一番輝いてる時に主演してるから、もうこの映画はものすごい大ヒットしてね、すごく良かったね。しかも色っぽい方ですもんね。そうだね。セクシー。そう、監督が深作欣二ね。この深作欣二ももうこの時ノリに乗ってる時だよね。70年代は深作欣二は仁義なき戦いで、すごいヒットシリーズを世に放って。すごい人気監督になったわけだよね、深作欣二はね。で深作欣二は同時に時代劇も撮ってたわけだよね。柳生一族の陰謀とか、このなんか魔界転生のイメージって、深作欣二がなんか仁義なき戦いとその撮ってた柳生一族の陰謀とか、そういう時代劇をちょっと合体させたみたいな、そういうイメージだったよね。それでなんかちょっとピンときますね。なるほど。いまいちあれどういう流れで作られたかよくわかんないなって思った。あれはこれは奇跡的なコラボで、これ俺も後に知ったんだけど、なんで深作欣二がこれを撮ろうと思ったかっていうと、沢田研二が天草四郎の舞台をやってたんですよ。1978年に先に舞台をやってたんだ。ロックミュージカル天草四郎って舞台をやったんですよ。帝国劇場でね。でこれはロックミュージカルを融合させたなんか音楽劇で、ジュリーはこの時天草四郎を主演として演じてたんですよね。でこれを、深作欣二が見たと。で見てこれはいいと。でジュリーで天草四郎を映画にしたいって言ったんだけど、実はね東映は、60年代末頃に大島渚監督で、天草四郎を映画化してるんだよね、一回ね。でそれがねちょっと興行的に失敗してるんだよね。だから反対されたと。天草四郎は当たらないからやめてほしいって言われて、で困ってたら時のプロデューサーの
角川春樹さんがね角川映画として、うんじゃあ魔界転生を作ろうっていうんでこの魔界転生を映画化したんだよね。でこの魔界転生は実は原作が宇宙コンピューターで調べてますね。山田風太郎です、ね。そう山田風太郎ね病気者ですよ。この山田風太郎の個性は忍術者の、まあ、第一人者ですよ山田風太郎ってね。でこの山田風太郎の時代劇ってなんていうのかなもううまく言えないけどこうちょっとエロバイオレンスなんだよね。エログロみたいな。まあ言ってしまうと中学生が好きなやつですよね。わかりやすい。そうこの中学生が好きなエロバイオレンスがその山田風太郎はすごく得意でこのね山田風太郎のこの魔界転生じゃなくて他の小説でもねすごよくこんなエロスを考えついたなみたいなアイデアがいっぱい出てくるんでねそれが魔界転生にもやっぱりそのニュアンスがあってこれはすごくいい原作も面白かったね。ちょっとじゃああらすじが用意されてるんで、はいはい、言いますね、はい。寛永の時代のある夜、島原の乱で殉死したはずの天草四郎が再び命を取り戻す。彼は自分と同じように不本意な死に追いやられた人々を集め、時の将軍家綱に復讐を開始。そんな彼ら魔界衆の前に柳生十兵衛が完全と立ちふさがる。面白そうですね。そうねでこれね実は映画は沢田研二が、まあ、当然天草四郎役をやっててでダブル主演で柳生十兵衛で、千葉真一以来ね。千葉真一は当時いろんな映画で柳生一族の陰謀から始まってねいろんな映画で柳生十兵衛を演じてるわけですよ。だからこの映画も柳生十兵衛とその天草四郎の戦いっていうところでダブル主演になってるわけね。だから千葉真一にとってもこれはもう絶対に自分じゃなきゃダメだっていうようなまあ役って主演なんだよね。当時柳生十兵衛といえば千葉真一みたいな他の映画でもよく出てた。そうそれと当時一番人気があるアイドルの沢田研二が天草四郎になって戦うっていうからもう嫌が上にも盛り上がるわけですよこれ。なるほど。そうそうたるメンバーですもんね。そうそうたるメンバーですよ。沢田博之さんも出てますもんね。そうですね。で宮本武蔵が尾形健ですよね。尾形健かっこいい。確か原作だとクライマックスは宮本武蔵と柳生十兵衛の戦いなんだよね。で物語自体も宮本武蔵が復活するっていうのがクライマックスに来るように物語にも書かれてるんだよね。それはどういうことかというと柳生十兵衛と宮本武蔵は時代がちょっとずれてるんだよね。それでもう老いぼれてる宮本武蔵が自分こそが日本一の剣豪であるってことを証明するために魔界転生をして柳生十兵衛に戦いを挑むっていうのがクライマックスに来るわけだよね。だからこれ夢のドリーム対決なわけですよ。時代がみんなバラバラな人たちが魔界転生することによって柳生十兵衛に挑んでくる話なわけですよね。だから日本で一番強い剣豪を決めようぜっていう話は原作なんだよね。なんかもうすでに中学生感が倍そうだからすごいこうエンタメとしてすごい話なんだよね。でそれを映画版はまあジュリーなんで天草四郎をクライマックスに持ってきてるっていうことなるほど。じゃあもうこれは時の中学生たちはその対決カードは見てみたいぞって見てみたいこぞってきた集まってきた。そうもういろんなしかもねこの沢田研二ジュリーが天草四郎じゃないですか。天草四郎が一人一人剣豪をスカウトしていくわけですよ。でその一人一人剣豪をスカウトしていくときにちょっと怪しいこう術をこう使いながら一人一人に迫っていくわけですよ。そこがねなんかうっとりするようなねちょっと感じでね、やるんですよ。でねこれあれですよね真田広之演じるなんとかっていうと、サスケじゃなくて南丸とかそんな感じで、なんかねキスシーンかなんかがねあるんだよね。で予告にもねキスシーン出てるけどね、当時それも結構話題になってね、細川ガラシャとかもね復活してねこの細川ガラシャとかもさ俺この映画で初めて細川ガラシャっていうキャラクターを知ったもんね。あそういう人がいたんだみたいなね。でもなんかいろんな当時のこういろんな時代からの人を集めてくるっていう意味ではまあ確かに今だったらフェイトとかああいうようなイメージですよね。そう剣豪がそれぞれそう自分の剣術を勝負してくるっていうのはさどの時代でも好かれるみんな誰と誰どっちがドリフターズとかそうドリフターズとか誰が強いんだ英雄の中で戦うこのなんか山田風太郎っ
で必ずねなんかくのいちとかが出てハニートラップ仕掛けてくるっていう人があってそこもねなんか中学生的にはねちょっとワクワクする感じではありましたね。なんかノリ的には本当にバキとかに近いあれですよね。そうこう夢の対決感。そうそうアントニオ猪木とジャイアント馬場ジャイアント馬場が戦ったらどうなるかみたいなとか。でもねやっぱそれをねそのめちゃめちゃな話を支えてるのはやっぱりね沢田研二の存在が大きいと思うね。そんなバカなって話なんだけど、それもいいよねって言えちゃうのは沢田研二の存在感、ジュリーの存在感だなと思うね。もちろん千葉真一もね柳生十兵衛もハマり役なんでねすごくいいんだけどね、まあでも予告とかが YouTube に上がってるからそれを見てもものすごいやっぱ沢田研二がいいっていうのは分かるよね。ちょっと有限なこの世のものと思えないみたいなキャラクターをちゃんとこうやっぱジュリーに合ってますもんね。そうでもなんかエロイムエッサイムとか言いませんでしたっけあれ。言うエレメッサイも我々のことで訴えたりそうあれを言ってるのはネタとしてか悪魔くんか魔界転生のどっちかですね。そうですよね。悪魔くんだよね。悪魔くんの復讐するは我にありエロイムエッサイムエライムエッサイムこれは元へこれはギャグなのかそうどうなんだわかりやすさでパロディとしてだけどちゃんとしっかりでもアクションがめちゃくちゃかっこいいんですよね。そうね。やっぱこれ千葉真一がやっぱ関わってるからね。ジャックが関わってるからね。ジャパンアクションクジラブャックの一番いい時ですよ。だからそれはもう真田広之さんとかもここいるからね。塩見悦子さんとかも出てるからね。それはもうすごいですよ。監督はどうでした当時見に行って。いやもう大興奮ですよ。大興奮ですで確か柳生十兵衛の父親で野獣田島の神っていうのがいるんだよね。でそれは十兵衛の父親だけどもう老いてるわけですよ。したらそいつも実は野心があって本当は自分の方が十兵衛よりも優れた剣術家だって思ってて、で最後その野獣田島の神も魔界転生して十兵衛に挑んでくるっていうさ、クライマックスになるんだよね。あれ誰でしたっけ？和歌山富三郎さん。そう勝慎太郎さんのお兄さんです。お兄さんね。だからもう本当に盾がめちゃくちゃ上手い人で固められてる感じがあってそう説得力あるんですよね。そうみんな上手いですよ。だから盾とかねかっこいいですよ。あせこもどうなの見て燃えたって感じですか？いやでもよくわかんないなって思いましたあまりその当時のやっぱもう時代が違ってこれを真面目に見ていいものなのかどうかが最後の方にこれはこうやって楽しんでいいものなんだってもうちょっとこう姿勢正して見ちゃったんで、エロイムエッサイムであれと思ってこれはだからやっぱり妖怪版仁義なき戦いですよ。だからね、そう思ったら確かなるほど。先にそれが分かってればもうちょっと最初から楽しめたかな。だからねこの映画の面白さってやっぱりなかなか今の人に説明するの難しくて、まずやっぱりジュリーが出てるっていうことと、それから柳生十兵衛が千葉真一さんであって、でジャックの一番いい時期で真田広之さんとか塩見悦子さんも出てるっていうところで、あとプロデューサーが角川春樹さんで、これは角川映画が一番当たってた頃の作品なんで、当時めちゃめちゃ宣伝とか CM すごかったんだよね。それもよかったね。でねこれ美術がね衣装デザインが辻村寿三郎なんでね。で辻村寿三郎さんって人形劇で里見八犬伝とかね、真田十一とかやってた人で、これもねすごく衣装が良かった。この衣装がねすごいと思うね。これ美術が、最後のこう燃えるシーンとかもどうやって撮ってんだろうみたいなところだったり、で今みたいに CG がないからさ本当に火の中で撮ってんだよねあれね。そうでしょうね。すごい大変だったらしいけどね撮影がね。当時の興奮を今に例えるなら一番近いのはアベンジャーズとかになったりするんですかね。そうかもね。いろんなやつが集まっていてね。いろんなやつらが集まってみたいな。それはそうアベンジャーズ的な映画だ。アベンジャーズですよね。そう。眼帯をしてる人は対立してる側だけど、やってることは確かにいろんな人をスカウトしてこっちに来ないかっつって、リクルートして戦ってっていう。確かになんかこうみんなが何かこうなんか目的を達せずに死んだ人たちっていうところでこうちょっとずつストーリーがあって、そうなんでみんなね未練があるわけですよね。さっきのその柳生のお父さんは俺は未練がないからいいって言って死のうとするんだけど、でもやっぱり俺の方が強いよなみたいな、俺全盛期だったら息子あんな強くてあんなの見たことないけど俺全盛期だったら勝てるかもなみたいな、もう一回やりたいなみたいなやったお願いみたいな。ちょっともう言っちゃってるねお父さんなんでそう思いますかみたいな。意味わからんけど、でもなんかこうそこの話
だに聞くと意味わからないんだけど、説得力あるやっぱり役者陣がやっぱすごい人たちなんで、確かにうまく乗せられちゃうんだよな。見た時ははてなと思ったけど、話してるとやっぱ面白かったなと思いましたね。いやすごい映画ですよ。不思議な映画だ。やっぱり熱がすごいんだよね、この映画確ね。だからリメイク版の方はちょっとその熱がちょっとやっぱりないかなっていう感じ。そのいろんな人たちがその一番いい時期っていうところで合致するっていうのは確かに奇跡的な映画ではありますね。そうだね。そっか、丹波哲郎さんが村正を打ってくれるんでしたっけ。もうそこもね東映のオールスターですよね。まあこのちょっと面白いのはもともと忍術の小説をいっぱい書いてるわけだけど、でまあそのこうさ、なんかこうキリシタンバテレンのキリシタンのさこう術みたいなのをさ、なんか忍術とかさ妖怪の技と一緒にしてしまうところがちょっと面白いところだなと思って確かにその辺もなんか死んだ腕章神様全部ごちゃ混ぜみたいな世界観でしたよね。そうそう。終わり方あれびっくりしたんですけど、あれもなんか映画ならではの終わり方で、原作だと確か俺原作も当時読んだんだけど、原作だとその十兵衛が最後宮本武蔵に勝って最後一人で船でどっかに行くみたいなところで終わってたような気がするんだけど、そもそも最後の対決違いますもんね。違う、最後は宮本武蔵で、だから天草四郎は途中で退場しちゃうんだよね、十兵衛にやられて。でこれの映画は最後映画のラストの沢田研二のねジュリーのすごい終わり方になってるんだけど、まあこれに近いのが、石川健さんっていう漫画家がいて、その人も魔界転生のコミカライズを書いてるような気がするんだけど、その終わり方も結構面白い終わり方だったんですよね。だからね最後ね漫画版だと俺ちょっとうろ覚えで間違ってたらねすいませんみんな。天草四郎が最後顔を割られるかなんかして顔が割れる十兵衛に割られて切るてら最後に妖術を使って「見ろ十兵衛!」って言って「これが本当の魔界転生だ!」って言って顔がバーンと割れて何かが出てくるところでカンってなる。みたいな。すげえ終わり方。十勢は見たけどうちらには見せてもらえない。何が魔界転生だったんだ。分からん、なんか世界の終わりがここから始まるみたいな感じだったのかな、なんか。バッドエンドみたいな感じ。いやバッドエンド。だからこれから世界が全部魔界転生になっちゃうよみたいなバッドエンドだったんやけど。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。